いや、これ、なしだとすごい便利な気がする。そうだね。で、推進系もついてるし、だから今、何メートルっていうのもカメラ見てる状態でわかるし、あとなんか映像が綺麗な感じがする。そうですね。こんにちは、シロです。前回この OSM アクション5 Pro を東京湾の海でレビューしたんですけど、このカメラって本体防水が20メートルついてるんですよ。なんで今回はこちらのハウジングを使わないで、これだけでダイビングしてみたいと思います。で今回は去年セルフダイビングでも利用した小金崎の海で試してきました。こちらだとマックスでも19メートルぐらいのポイントなので、これにねぴったりかなと思います。ダイビングって40メートルぐらいまで行くっちゃ行くんですけど、僕の場合だとそんなに毎回深場ばっか行くようなダイビングしてるわけではないんで、20メートル以内のところであればね、全然こうハウジングなしで行けるんじゃないかなと今回は思っております。で、今回は前回試せなかった超広角で撮ってます。で、カラーは10ビットノーマルで、編集ソフトとかで色味加工とかは全くしてません。取って出しで出してます。それではご覧ください。ハウジングなしのいいところはこういうエントリー前でも声がちゃんと入るところですね。ちなみに今回は 4K60p の、ウルトラワイド超広角で撮ってます。この辺でフィンを履いちゃう。はい、行ってきます。なんかさっきと場所が違うけど、ここでいいや。もう録画してあるから。
完全に途中迷ったやべえと思って。それのいいところはもう上がってすぐ取れるところですね。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりエントリーもエキジットもなんかそのままこう流れで撮影できて、しかも音声が入るっていうのはなんかすごいこう臨場感ある映像が撮れるなと本当に思いましたね。なんか僕みたいにこうずっと Vlog として撮影する人にはすごいぴったりだなと本当に思いました。であとですね、水中の色味補正をしてくれてるのか、なんか水中映像が結構綺麗だなと思って、で水中の映像でもちらっと出したんですけど、この Osmo Action 5 Pro と GoPro 11の映像、 GoPro 11の方は若干緑っぽく映っているのに対して、こっちの Osmo Action 5の方はこう綺麗に鮮やかに映ってましたね。であとはやっぱりこの後ろの深度計、これがやっぱ便利ですね。深度とダイブタイムが表示されるんで、こうカメラ撮影しながらね、今何メートルにいるのかなとか、あとは今何分経ったんだなっていうのがもう目で見てすぐ分かるんで、これは便利だなと思いますね。で今回オフにしてたんですけど、設定でその深度を感知したらもう撮影するみたいなモードもあります。こんな感じ。水中に入ったら勝手に撮影されるっていう設定もありますね。で今回超広角モードで撮っていたんですけど、陸上の場合だと魚眼っぽくちょっと丸みを帯びた映像になるんですけど、水中だとフラットになってました。でこれもしかして水中だと超広角モードが勝手に広角モードになってたりしないかなっていうのをちょっと思っていてですね、それは何でかっていうと、ロックステディの設定画面にですね、水中では広角を使用して光の屈折による歪みを低減します、こんな感じで説明が出ていてですね、超広角モードのところには何にも説明出てないんですけど、広角モードのところにそういう説明が出ているんですね。なんでもしかしたら水中に入ると広角モードに切り替わってるんじゃないか疑惑がちょっとありますね。超広角が 11mm で普通の広角が 12mm なんで、1mm ぐらいの違いなんですけど、この辺は詳しいことばかり次第コメントとかに書いていこうかなと思います。で今回ビーチでこれ使ったんですけど、もちろんボートでもねこのまま持ってって、ボート上の映像を撮影してそのままポチャンして上がってからまたボート上の映像を撮影できるっていうことができたりするんでね、だから僕みたいなずっと Vlog で回すみたいな人にはぴったりだと思いますね。はい、というわけで今回は Osmo Action 5 Pro をハウジングなしでダイビングで試してみました。いやこれ便利だなと思いますね。僕もこれから割と浅場のポイントとかそういうところは全部ハウジングなしで行こうかなと思ってます。はい、2本潜ってきました。でやっぱりハウジングないとすごい楽だなと思ってね、今まで、こういうアクションカムってハウジングありだったので音声がねなかなかエントリーエキジット取れなかったんですけど、今回丸々持ってけるんでその辺の臨場感がねちょっと伝わるのかなと思いますね。はい、だからもう普通に陸を取ったままの流れで水中も一緒に取れる、で上がってきてもそのままの流れで取れるっていうのがすごい便利だなと思いました。いいですね。はい、であとなんかさ結構水中も綺麗じゃなかった？綺麗だった。このモニターのおかげなのか、あとはちょっと色味補正もしてくれるのかな、なんで意外と綺麗だなと思いましたね。モニター見やすいですね。はい、というわけで今回は、小金崎の海で DJI Osmo Action 5をハウジングなしで試してみたでした。はい、ぜひ商品気になった方は概要欄に URL 貼ってますのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、それじゃあバイバーイ。